はい、皆様、こんにちは、こんばんは。おはようございます。鈴木アンオフィシャル動画レポートを今回も始めさせていただきたいと思います。お待たせいたしました。2018年7月に、フルモデルチェンジしました。こちら、ジムニーシエラということになるんですけれども、今回はですね、この 1500cc の普通車版、ジムニーシエラの、JC の5速マニュアルの、試乗レポートになります。今回のですね、ジムニーシエラ、非常にデザイン的にいいものができまして、おそらくですね、ものすごく、受注いただきまして、受注いただいた方には、納期の件でものすごくご迷惑をおかけしていることと思います。全国の鈴木に成り代わりまして、お詫びを申し上げさせていただきます。大変申し訳ございません。で、なんでですね、今回そんなにシエラが売れたかと言いますと、まずもって、今回のジムニーシエラのデザインが、良くなった。非常に優れたものができたっていうのが、僕の見解ではありますが、大きいんじゃないかと思います。で、そういったところも含めまして、ジムニーシエラ、どっちにしようかなと悩まれている方が多いと思います。で、そうなった場合、ジムニーシエラがどこで見れるかと言いますと、全国でですね、このシエラが見れるお店が極端に少ないというのもありまして、今回のこの試乗レポートがですね、皆様のシエラ選びの一助になればというところで、撮っていきたいと思うんですけど、ジムニーシエラのことをですね、もうシエラと言いますので、そこは短縮して言いますので、何卒ご了承ください。で、ジムニーとシエラの違いなんですけれども、まずもって、そのデザイン、こちらが大きな違いであります。で、これ後でお話しするんですけど、先代のシエラとも比べて全然違うんですけど、そのデザインのまず目を引く特徴的な部分が、黒のオーバーフェンダーであります。で、このオーバーフェンダーは、前回でもね、もちろんついてたんですけれども、先代のシエラでも、今回のオーバーフェンダーは在着、そして、サイドガーニッシュとバンパー含めて全部真っ黒ということで、非常にですね、張り出したオーバーフェンダーになっております。写真を出しておきますけれども。でですね、そのオーバーフェンダー出た分ですね、トレッドも拡大しておりまして、それが13センチほど拡大して、ジムニーと比べて、それですかなりですね、四隅を強調したデザインになっております。ただ、これはただオーバーフェンダーが大きくなっただけじゃなくて、実はですね、前後バンパーもシエラ専用品になっておりまして、つまり四隅に出たタイヤに合わせて、フロントバンパーであればフォグランプ、これも外側にオフセットしてあります。テールランプも同じくジムニーに比べて外側にオフセットして、で、その辺も全部相まって非常に、ワイド感のあるデザインになっていると。で、このルックスが、シエラとジムニーをどっちにしようかなと悩ませる原因、そしてシエラが今までにない受注を、いただいた要因というところで僕の見解なんですけれども、ただ一つ注意点が、中の広さ、大きさ、そして各種用品、部品、パーツ、これ全部ジムニーと一緒ですので、この幅が広がったから、シエラの方が中が大きいとか、そういったことは一切ございません。乗車定員に関してもジムニー4名、シエラも4名ということで増えませんので、そこをね、シエラ検討の一つの、材料にしていただければと思うんですけれども、これだけですね、ルックス良くなりましたんで悩むのも当然なんですが、ジムニーと比べてもう一つ大きな点が何といっても、新しいエンジンですね。K15B エンジンということで、新型のエンジンになっております。で、これがやはりですね、ジムニーの 660cc のターボと比べまして、103馬力、トルクが 13.3 ということで、かなりゆとりあるパワーになってます。で、実際乗ってみると、やっぱりですね、そのターボの効くごくごく低、回転域、低速域、そこの乗り味、全然加速感がやはり違います。やはりシエラの方がパワー感があります。なので、本当にゼロスタートですね。一足クラッチ踏んで繋いだその最初の動き出し、ここから違いを感じるのがこのシエラの 1500cc ですので、やっぱそのパワー感、ゆとりあるパワーが欲しいよっていう方は当然シエラっていう選択肢になってくると思うんですけど、ただですね、この103馬力 13.3 っていう数字を見て乗った感じではあるんですが、第一印象はそこまでの数字の違いを感じることは正直なかったですね。103馬力 13.3 っていう数字から想像するほどの走りの激変さは思ったよりないのかなと。それがですね、なんでかなと思うんですけど、この K15B の新型エンジンがですね、やはり
いろんな国で使われるエンジンがあるというのが大きな原因かなと言いますのが、ジムニーっていうのは全世界で愛用されてきた、そしてこれからも愛用されていく車であります。で、そういう場合はですね、当然その車のですね、こう整備、そういったものに関して、満足にですね、その完璧な整備ができる環境にないような国も当然あるわけです。まあそういったところでもですね、このジムニーっていうのはジムニーしか成し得ないことをするために輸出されていくんですけど、やっぱそういうところであんまりメンテとかもされない中で使われることも多いと思うんですよ。まあその中耐久力とかを重視して、おそらくいろんな部分のマージンを多く取ってるエンジンなんじゃないかなと、この K15B は。なんでそういうところのパワー感とかっていうところが、まあ耐久力重視になってるんじゃないかなというのが僕の見解です。で、実際にそのトルク感とかそのパワー感一つとってもですね、もうあくまで実用エンジンということで、回して楽しむとか、回せば回すだけパワーが絞り出るとか、まあそういうようなですね、エンジンではありません。あくまで実用エンジン、もうそれそのものの印象ということになりますので、例えばエンジン思いっきり回したとしても音がね、響き渡るわけでもなければ、ぐんぐんパワーが出てくるっていうわけでもありませんので、まあなんとなくこのマニュアルでせっかく乗ってるんであれですけど、2000回転ぐらいまで回してシフトチェンジしていくと、なかなか軽快に走れるんじゃないかなと思います。逆に1500回転ぐらいでシフトアップしていくと、ちょっと1000回転ぐらいまで回転が落ちるので、まあそこは不快なジャダーとかがね、出たりするのかなというような印象でした。ので、あくまでこれは実用エンジン、ただ 1500cc のパワー、トルク、まあそれがありますんで、例えば大人を4人乗せるとか、荷物を、多く乗せるとか、要はその、車両重量的なものでですね、いつも重いものを乗せて走るっていう分に関しては当然この 1500cc の方が走りにも余裕がありますんで、まあ、そういう用途をする方にとってはおすすめかなと。あとですね、トレッドを拡大することで、前後のですね、タイヤももちろん四隅に広がってるわけであります。で、それによって安定感も当然増しますので、まあ、この街乗りでその安定感の違いをですね、思いっきり感じるのは不可能なんですけど、まあ、その安定感増した分、やはりその多人数乗車とか、あとは高速道路の運転とかにも、このシエランですね、今これ2000回転でシフトアップして1500回転ぐらいに、ね、なったりするんですけど、まあ2000回転シフトアップぐらいがこのちょうどいいかなという印象ですね。っていうのはさておき、そのまあ高速道路とか走ったり、その安定感増すそのトレッドを活かせるんじゃないかなというふうに思いますので、まあそういう使い方される方、悩まれる方はシエラの方がいいかなというのが僕の個人的な、印象です。でですね、先代のシエラと比べて、まあどうかっていうところで先代のシエラの写真をね、出すんですけど、やっぱ全然違いますよね。で、全幅が、45ミリか。4センチ5ミリですね。で、それに比べて、先代と比べてもさらにトレッドが4センチ広がってると。だからジムニーと比べるとトレッドが13センチが広がってるんですよね。13センチ。はい。で、それだけですね、四隅をやはり強調したデザインになってますんで、まあこのシエラの人気が出るのも、まあ致し方ないかなと思うんですけど、まあその先代のシエラと比べても、実はですね、車両重量の増加はそれほどでもないんですよ。このシエラ、ジムニーと比べて、現行のですね、ジムニーと比べて40キロほど重くなっております。しかし、先代のシエラと比べると20キロしか変わってないんですよ。これはですね、K15B のユニットが非常に優れておりまして、先代の M13A という 1300cc のユニットに比べまして、なんとですね、サイズはコンパクトになっているにもかかわらず、そのエンジンユニット単体の重量は、14キロ以上も軽いんですよね。なので、ジムニー比40キロ重くなっているにもかかわらず、先代のシエラに比べると20キロしか重くなってないと。まあ、これが20数年の、まあ、スズキの技術の進歩といいますか、排気量が大きくなっているにもかかわらず、サイズがちっちゃくて重量も軽くなっているというところがですね、このシエラの大きなポイントですので、まあ、先代のシエラと比べてその走りに関しても、ただ、ギア比
は一緒なんですよ。この5速マニュアルのギア比一緒なんで、その辺もパワーも増してますんで、より先代のシエラに比べて、パワフルな走りができるのかなというのがこの走り乗ってみた、第一印象でしたね。だからやはりその家族で乗るとか、3ダウンの車なんであんまりその辺も想定してないと思うんですけど、人を乗せる機会が多いとか高速乗る機会が多いとかっていう方にはやはりそのジムニーよりもシエラの方がおすすめなんじゃないかなっていうところではあります。で、実際ですね、これちょっと長く乗ってみたんですけど、前回のですね、ジムニーの動画では、全然触れられなかったんですけど、今回ちょっと見えてきたところがありまして、こうなったらいいのになっていうところをご紹介するんですけど、まず一つ目がですね、フットレストなんですよ。これマニュアルのですね、車にはですね、フットレストがですね、ないんですね。AT の車にはですね、フットレストがあるんですよ。だからこれ、どう見ても、こうやって写真見てみると、無理なんですけど、フットレストつけるのはサイズ的に無理なんですけど、やっぱり欲しかったなというのが、第一印象ですね。高速乗った時の足の疲れ、クラッチ踏む時に足を持ち上げないといけないんで、そこやはりフットレストがあるとないとじゃ全然違うなっていうのが一つなので、やっぱマニュアルでもフットレストが欲しかったなっていうのが一つ。あとシートなんですけどね、ジムニーの動画でシート硬くてかなりいいですよってお話ししたんですけど、いいんですけど、この背もたれのですね、シートがですね、あんまりその人間の背中の S 字形状に合ってないというか、割とフラットな感じなんですよ。なので、ちょっとこう、僕のドラポジで行くと肩ら辺が浮いちゃう感じがしますんで、もうちょっとそのシートのラインを、人間工学的にぴったり合うような形にしてもらった方が、なんとなくその乗り心地っていうか、その体感的にもね、非常に優れたものになるんじゃないかなと思いましたんで、そこが一つ。で、あともう一つはバックドアなんですよ。ジムニー伝統のね、横開きのバックドア。上には開かないですよね。スペアタイヤがついてるんで。横開きのバックドアなんですけど、これですね、一回開けるとですね、全部開いちゃうんですよ。ドカンと。一番最後まで。だから、難しいんですけど、普通のドアみたいに、このね、こっちのドアみたいに、中間ストッパーとかがね、なんとかあれば、より使いやすくなってたんじゃないかなと思うんですよね。なんならその中間ストッパーの部分もメッシュで全部覆うようにして、車中泊でこの外気が導入できますよみたいな、そういう装備も合わせてあったら、よりその車中泊するような方にも喜ぶ装備なんじゃないかなと思いますんで、そういうところがちょっと思ったところではありました。ただやはりこのジムニーシエラ、コンパクトな車であるものの、かなりの走破性を誇った、世界トップクラスの走破性を誇る車になりますので、なんでしょうね、この世界でもやっぱりこのコンパクトさでないといけない部分っていうのが非常に多くあるわけですよ。だからそういったところではその向こうではジムニーがこのシエラになるんですけど、このシエラでしか行けない場所がいっぱいあるというところで、これだけコンパクトな本格オフロードをですね、作るっていうのはもうスズキにしかできないわけです。カフェ方式の話もジムニーの動画でしましたけど、なんでこのシエラに乗る方はそこをですね、ぜひ誇りに思って乗っていただければなと切に思います。このスズキにしか作れない本格オフロード、そしてそのジムニーの、動画でもねお話ししましたけれども、この、2018年の今、このコンポーネンツで作れる本格オフロードの車はもうこのジムニーとそのシエラしかないということで、もう次はないと、ね、その最後のコンパクトオフローダーなんだというところで、ぜひこのシエラをね検討している方、そしてシエラをご購入した方、納期時間かかってますけれども、その辺も楽しみに、そして誇りを持って長くね乗っていただければなというところで、今回の試乗レポートをさせていただきたいと思います。なんかこうやって話してて思ったんですけど、やっぱ高速ちょっと乗ってみたいなと思うんで、引き続きねこのジムニー関係のシリーズの動画は撮れる時に撮っていきたいなと思いますので、その他の動画もねぜひ楽しみにしててくれたらというところで、Twitter をねやっております。動画関係の告知は Twitter の方でしてますんで、ぜひ気軽にフォローしていただいて、で月1で、車談義という生放送をしております。
当然ジムニーとかの話もちょこちょこやってますんでね、お気軽にその YouTube ライブの方でね、チャンネル登録してもらったらそのリマインダーが来ますんで、ぜひその友達の家でワイワイ車の話をするという感覚でですね、皆さんで車の話で盛り上がれればいいなと思いますので、そちらもぜひよろしくお願いいたします。ということで、2018年の新型ジムニーシエラ、こちらの試乗レポートを、これをもって終わらせていただきたいと思います。では、他の動画でまたお会いしましょう。それでは、さようなら。